はいどうもこんばんは、いつきんです。本日の動画はワールドアリーナについての動画となります。皆さんワールドアリーナはやられてますかね？多分まだまだやってないという人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、理由としてはキャラが揃ってないとか、クリーブ、上からスピード速いキャラクターで一気に倒してくるっていうね、クリーブと言われるパーティーで攻められると、すぐに負けてしまうとかね、理由は様々あると思うんですけれども、僕もあんまり、そこまでがっつりね毎日やってるというほどではないんですが、ある程度、初心者帯というか、まだまだ不慣れな状態でどうピックしていいかわからないとか、どういう風に戦っていいかわからないっていう方向けにある程度のねやりやすいプレイの方法っていうのを模索してようやく最近ね今環境も非常に良くて環境的にもマッチしているピックの方法がありますので、今日はそちらを紹介していきたいなと思います。で、とりあえずはですね試合を実際にね見ていただいてそこからピックの解説とかをしていきたいと思います。はい、それでは見ていきます。今回紹介したいのが光アロウェルと闇ラビーの組み合わせ。これがですね非常に強くて、メタキャラもね明確に存在して、光シャルみたいなねキャラクターで闇ラビーを倒そうとしてくるんですが、そこで、この光アロウェルのシールドと、護衛によってワンパンはされないと。でそうなると相手は闇ラビーを倒せないので先にね周りから倒してこようとします。でもうこの時点で時間を稼げるので、時間を稼げるとなれば闇ラビーが非常に強く、戦えるという環境が作れます。はい、もう、周りのねキャラクター1体落とされましたが、この時点で相手の HP は3体が HP 半分になっている状態です。もうこうなってしまえばあとは闇ラビーのスキル3でどれを取ってもね蘇生ができるので、もうその時点で数の有利が非常に取れていると。で、肝心の闇ラビーに対しての光シャルはスキル3がまだ、返ってきてませんので、簡単にね闇ラビーを倒されることもないという編成になっています。なのでこの光シャルとかあと光アーディンとかを出してくるんですけど、光アロウェルがいることで闇ラビーはワンパンされないので、そこまでねメタにはならないという感じになっています。弱点としてはね、例えばこのアロウェルをバンされたりってすると結構きついんですけど、なかなかそういう相手は、いません。戦うべき時を見極めてこそピシウス、誓いの重みをその身に刻んであげましょう。はい、というわけで見ていただきまして、こちらがね先ほどの試合のピックになるんですが、まずファーストが僕で、光アロウェル、そして相手が、光バサール、光リリアスで、こちらが、闇ラビーとシュナ、相手が闇リリベット、光シャル、最後にこちらがベニマルとシュ、相手が、闇伊勢となってます。でメタはですね相手がかなりメタってきてるっていう感じで、アロエルに対して光バサールで、闇ラビーに対して光シャルロッテ、こちらがですねアロウェルと闇ラビーっていうこの強力な2人を選ぶと大抵相手は絶対にメタってきます。ただ、昔だったら光バサールねシールド反転からの追加ターンで非常に強力なキャラだったんですが、今ベニマルが追加されたことによって光バサールを警戒する必要がなくなりました。ベニマルは単体でも非常に強いので光バサールを警戒しつつも普通に火力を出せるキャラっていうことで、この組み合わせは非常に今強力なんじゃないかなと思います。でもう一つ、闇ラビー非常に強力なキャラクターですが、メタも非常に強力になってきて、光アーディンだったり光シャルだったり、一撃で落とすっていうキャラクターが増えてきました。で今回も相手シャルを選んでるんですけど、光アロウェルを入れてることによってダメージを軽減させてワンパンされないようにしています。なので慣れてない人はこの2人とりあえず取っておくと非常に、戦いが安定します。で残りの3体選ぶだけなので、昔紹介した闇セシ光バサールの2人のねコンビネーション強かったんですけど、それと同じでこのアロウェルと闇ラビーさえ決め打ちで取っておけば、あとは相手に合わせてピックしていくだけになります。はい、というわけでさっきのおさらいでもう1試合ね見ていきます。今回も同じ感じでピックしていったんですが、今回は、アーディンをね相手入れてきてますね。
で、まあ油断しすぎなのか、もう追加ターン使ってきたんで、もうこの時点で、ほぼね、勝敗は、決しているんですが、まあ、ベニマル入れてるだけでもね、相手のリリアスのバフを使わせなかったり、こうやって油断してきた相手には、多重結界で上を取れるっていう風にね、組み合わせが効きますので、かなりね、今の環境をやりやすい。特にこのアロウェルと、闇ラビーの組み合わせの隙がですね、ベニマルでさらになくなっているので、まあ基本的には2人なんですけど、まあ余裕があればベニマルもね、セットで入れてあげると非常に強力なパーティーになります。で、難易度も、まあそこまで高くはないですかね。ちょっと闇ラビーをもしかしたら持ってない人が多いかなっていうぐらいで、ベニマルは今手に入れられますし、光アロウェルも、星3のね、キャラクターなので、そこまでね、手に入れるの大変じゃないと思います。はい、こちらが先ほどのピックなんですが、こちら側はさっきと全く同じピックをしています。これからわかる通り非常に隙が少ないというか、戦いやすいピックになっているので、不慣れな人は、こういう感じでピックをしていってみてください。重要なのがラストピックで、まあ、バンされてるんですけど、今回は光ライカを入れてるんですけど、今の環境、このラスト光ライカがめちゃくちゃ強くて、相手は絶対にバンしないといけないっていう状態になるので、持ってる人はですね、ぜひね、このラストピック光ライカを試してほしいなと思うんですが、もしいない場合はですね、今回のピックだったら光シャルロッテ、相手に闇属性が2人いるので、シャルロッテ相手にとってみたら非常にね強力なアタッカーに見えるので、最速でね、倒すか、バンしたいキャラクターになるので、光シャルだったとしても相手はバンしてきたと思います。もしくはザハーク、ちょっとね今回光リリアスが相手にいるので微妙かもしれないんですけど、ザハークになんかもですね、相手がアーディン取ってる場合は絶対にバンしたくなるキャラクターなので、ザハークでもいいかもしれません。はい、そうしましたら、闇ラビー持ってないよっていう人はですね、もっとお手軽に手に入るキャラクターで、同じような感じができます。もしくは相手が闇ラビを先に取ってきた場合ですね。まあやっぱり強いっていうのは広まりやすいので、相手が取ってくることも増えてきました。そういう時はこちらはアーディンを取ってください。光アーディンもですね、闇ラビーと性質は違うんですが、なかなか死ななくて、火力も高いっていう点では似ているので、まあ同じようなね、動きができますし、光アロウェルとも相性が良くて、最初からシールドをつけれるので、耐久力もなかなかに高いというキャラクターになります。で、そうなると、さっき言ったように光バサールが出てくるんですが、ここで生きてくるのがベニマル。ベニマルを入れることで相手はシールド反転を使えないので、光アーディンはしばらく生き残るというような動きになります。はい、そうなってしまえばね、あとはもう、こういう感じに、なります。光アーディンは、攻撃力アップがつくまでは、スキル3は温存してていいです。なので、僕は、人によってちょっと違うんですけど、僕は光月無矢をつけて、避けた時に攻撃力アップがつくようにしてます。で、相手はもう慌ててベニマルを処理したいんですが、なかなか倒せないということで、切り替えてね、シュナを狙ってきてますが、もうその時点ではちょっと遅いかなっていう、感じです。で、今度またベニマルを狙ってきましたね。こういう感じで相手もどれを狙っていいかわからなく、なることも多いので、この編成はですね、非常に強いですし、光アロウェルと光アーディンを取ると、相手は必ずバサール取ってくるので、そういう場合にね、ベニマルを差し込んであげるといいと思います。はい、こういう感じで、ベニマルはですね、火力も非常に高いので、闇ラビーに対しても非常にダメージの通りがいいです。で、倒してしまえばもうね、驚異的なキャラクターは残ってませんので、じわじわと睡眠したり回復したりという感じになります。はい、こちらが先ほどの試合のピックになります。こちらがファーストピックでアロウェルを取ってきたら、まあ、相手はやはりですね、光バサールを取ってくると。で、闇ラビー今回取られてしまったので、そういう場合は光アーディンでも代用というかね、相性いいので、できます。
で、特に、相手が先に闇ラビー取ってきた場合でも、光アーディンは闇ラビーに対して特攻があるので、こちらを取ると非常に有利に立てると。で、ただ、以前までだと、光バサールのシールド反転で、HP がごっそり削られて、ミスヒットの上から倒されてしまうっていう心配があったんですけど、今はね、ベニマルのおかげで、シールド反転を使わせないという選択ができるようになったので、このアロウェル・アーディンが生きてくるという編成になっています。はい、この試合もアロウェルとアーディンを使っています。で、アーディンを取った時に、高確率で来るのがイセリアとかザハークっていう命中が高いキャラクターですね。で、ザハークは正直もう無理なんで、ザハークは絶対にバンする必要があるんですが、イセリアに関してはそこまで警戒しなくても大丈夫です。一撃でね、倒すことはね、ほぼほぼ、無理です。アロエルには護衛もありますし、異物なんかでダメージをカットすることもできるので、仮にミスヒットじゃなくても、一撃でね、シールド付きのアーディンを落とすっていうのはなかなか難しいと思うので、なので、そんなにね、取られたからってバンしないといけないっていう意識は持たなくても、大丈夫だと、僕は思っています。もう耐えてしまえばあとはね、攻撃力アップがついた後にスキル3を打てば、大体相手は折れます。はい、これが先ほどのピックなんですけども、相手がファーストピックですね。珍しく光タイウィンを取ってきたんですけど、こちらは、アロウェルと、シュナ。そして相手が次に闇ラビー取ってきたので、僕はそれに対して光アーディンを取っています。で、光アーディンを取ると、もう相手は絶対にこのアーディンを、倒さないといけないっていうことで、命中アップの補正がついている闇伊勢とかザハークを、取ってきますが、ザハークに関してはさっき言った通り、絶対に勝てないんで、上から行く場合ならともかく、ザハークよりね、今回僕は遅い編成なので、ザハークは絶対に、バンしてください。こいつに対して、この僕の今回おすすめしている、アロウェル編成では、絶対にね、太刀打ちはほぼできないと言っていいので、必ずバンしてください。そうなると、今回ザハーク相手取ってませんが、イセリアとザハーク両取りされた場合っていうのは、イセリアを残してザハークをバンするようにしてください。相手大体ね、警戒しすぎて両取りしてくる人いたりとか、最近はちょっと慣れてきたのか、どちらか片方だけでっていう感じの方も多いんですけど、仮にね、どちらもピックされた場合は、優先してザハークをバンするようにすれば、そこまでね、負け筋が大きくならないので。で、イセリアはですね、単体では絶対に落とせないっていうのはさっき言った通りなんですけど、アロウェルのアダマンシールドをつけててダメージカットしてるとか、ミスヒットする可能性ももちろんありますし、護衛がついてる、シールドがついてるっていうことでワンパンはできない。で、ワンパンできる可能性があるとしたら、クリーブみたいな編成で、相手がイセリアからの攻撃をつなげてくるパターン。っていうのはちょっときついんですけど、今回はね、そういう感じじゃなくて、相手が慌てて、命中系の英雄を入れてきたっていう感じなので、そこまで警戒する必要はないという風になってます。はい、というわけで、今回紹介してきました、アロウェル・ラビー、アロウェル・アーディン、このね、2パターンなんですけども、非常に強力かつ安定して、勝ちやすいというのもあるので、不慣れな方はね、ぜひ、やってみてください。で、装備なんですけど、諸説あります。アロウェルに関しても、命中型だったり、抵抗型だったり、諸説あると思うんですけど、命中はですね、できれば100以上確保しておくと、試合でもあったんですけど、カリナをスタンさせて、防御力アップをつけさせないみたいな動きができるので、命中はですね、ちょっとあった方がいいと思います。で、異物も諸説あるんですけど、僕はアダマントシールドをつけてダメージカットをしてます。これはさっき最後に言った通り、光アーディンを守るためですね。闇セリアの全体攻撃、クリティカルダメージをカットして、ちょっとでもアーディンの火ダメを減らすというような目的でつけています。かなりね、この 16% って、すごい大きくて、例えば相手が光ライカを出してきた時も、守れたりもするので、これは非常にね、重要な異物になります。で、闇ラビーですね。今多い方が反撃型だったり破滅セットをつけた火力型になると思うんですけど、僕はですね、クリーブカウンターにも使える、
こちら装甲の彗星の、スピードセット闇ラビーを使ってます。これをつけてるとですね、仮に相手がクリーブで来た時に、こちらの味方を1体倒した時にゲージがですね 39%、上がります。大体全体攻撃も打ってくるんで、異物と、パッシブの効果で、40% 弱上がってくるので、相手をね、そこから逆転するっていうことができるので、最近はこれで僕は使ってます。で、これ多分ね、ない人が多いのかなと思うので、真似できるかっていうと思うんですが、これの代わりでもしつけるなら、デュランダルをつければ、もしかしたら似たようなね、動きができるかもしれません。ちょっと闇ラビーにダメージが入らなかった場合、ゲージアップできないんですけど、クリーブの人はだいたい火力高いんで、75% 切るんで、アクションゲージ上がってくるのかなと思うので、もしね、これ真似したいっていう人がいて、この異物がないっていう人は、デュランダルでね、試してみてください。そして、アーディンですね。アーディンも型が非常に広いと思うんですが、今はですね、火力とちょっと HP を多めにしておくと、さっき言った通り、イセリアを耐えたりできるので、いいと思います。で、中にはですね、ザハークの攻撃も耐えれるぐらい、HP と防御力を持ってる人もいるので、それもね、悪くないと思います。僕はどっちかというと、ちょっと火力寄りで、組んでいますが、異物はね、攻撃おすすめです。他にも、循環の剣とかもありますが、やはり攻撃力アップがついた方が強いので、こちらをね、つけることをお勧めします。はい、というわけで、キーとなるアロウェル、闇ラビー、光アーディンを、紹介してきました。この3人を使いこなせれば、今の環境、非常に勝ちやすい環境だと思いますので、ぜひね、どう戦っていいかわからない人は、お試しください。他にもね、質問あればコメントしていただければ、返信させていただきますので、よろしくお願いします。またね、なんか新しい編成とか、これやりやすいなっていうのがあったら紹介していきたいと思いますので、そちらもご覧ください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。